こんにちは、高森です。前回の動画でですね、INFJ になる要因として、家庭環境っていう切り口でちょっと考察してみた動画を上げたんですけども、思いのほかコメントをいただいてですね、私も参考になりました。ありがとうございます。で、やっぱりコメントを拝見していて思ったのが、仮説通りですね、家庭環境の影響って大きそうだなというところで、総まとめというところで動画形態でね、思うところを話していきたいと思います。前提として前回の動画を見ていただいているっていうところはあると思うんですけれども、前回の動画で語ったところは INFJ になる過程において、家庭環境が、あんまり心地いいものではなくて、自己犠牲的な精神を育むことで INFJ になっていくみたいな、雑に言うとそんな感じのことを話したんですけれども、これあくまで私の仮説っていうところを出なくて、私自身のね、一個人の経験談っていうところを話して考えてみたっていうだけなので、動画にしたんですけども、やっぱりですね、コメントいただいた INFJ の方々も子供の頃とかですね、親の顔色を伺っていて生きてきたとか、周りにトラブルがないように周りの機嫌とかね、調子を伺いながら生きてきましたっていうところで、自己犠牲的な精神であったりですとか、他人への気配りっていうところを重点的に生きてきたっていうところがあるみたいですね。特に個人的には幼少期においてそういうような他人に合わせるとかね、自分の気持ちを我慢するみたいな、そういう習慣が結構正確に効いてくるなという印象はあって、やっぱり幼少期の頃って特に私は家庭環境を切り口にしましたけれども、何が自分の価値観として大切なのかっていうところも定まってないところはありますし、家庭っていうところでいくとね、やっぱ親って自分にとって重要な存在というか、影響度が大きい存在っていうのは間違いないと思うんですよね。私自身も自分が我慢するようになったきっかけっていうとちょっと変なんですけれども、やっぱり親が正しいんだろうなみたいな、なんとなくそういう感覚があって自分が間違ってるんだっていう方向で考えを矯正していったなという感覚がありますので、やっぱりね、親の影響っていうのは大きそうだなというような印象を改めて持ちました。こういうのって子供の発達過程においても結構論じられていて、安定した母みたいな概念があるんですよね。母として必要十分な機能をね、子に与えてあげるみたいなところがあると、子ものびのびとストレスに強く育っていくみたいな、因果関係が相関関係はちょっと忘れちゃったんで申し訳ないんですけれども、そういうような傾向はあるというような研究もあるみたいで、やっぱりですね、親と子の関係っていうものがこの人格形成に影響を及ぼすっていうのは当たり前ではあるんですけれどもね、大きいというところがあるみたいですね。で、これを踏まえて INFJ のパーソナリティというか特徴にちょっと切り込んでいこうかなと思うんですけども、しばしば言われるのが INFJ は気配りができるよねとか、超能力者、人の気持ちがわかるみたいなことを言われがちなんですけれども、さっきのですね、話を前提にして考えると、これってなんか先天的にね、そういうのが得意な人っていうのもいると思うんですけれども、今回の動画の趣旨をベースに話していくと、後天的に身につけられた能力というか、反射みたいなものなのかなと個人的には思ってます。要は幼少期から親だったり、友人だったりね、そういった人たちの何気ない仕草とか、声の口調とか、そういった細々としたものを受け取って、例えばこの人こういう気持ちなんだろうな、じゃあ自分はどういう風に振る舞おうみたいなことが習慣づけられてるので、そういったね、地道な習慣によって身につけられた、癖反射みたいなものじゃないかなと個人的には思っていると。なので長所の一つといえば一つなんですけれども、なんか家庭っていうところを見てみると、なかなかなんていうのかな、努力して身につけたとかそういう類のもの、なんかポジティブなものではなくて、ちょっとネガティブな側面も含んでるんじゃないかなと個人的に思っているという感じですね。ちょっと個人的に思ってるって言い過ぎですね。すいません。あとですね、INFJ の形成要因の一つとして、個人の中でしっかりとしていかなきゃいけないみたいな自意識があるのかなと思ってまして、これもう少し切り込むと、自分はなんか兄弟が複数いたりとか、一人っ子でもいいんですけど、自分がしっかりとしていかなきゃいけない。例えば兄弟がいるんだったら上の子とか、そういうような関係があるんじゃないかなと勝手に思ってたんですけれども、コメントを拝見する限りではそうでもなくて、やっぱり個人の中で何かしらの要因があって自分がしっかりしなきゃとか、そういうような自意識が強く出てくることで INFJ につながっていくっていうような印象を改めて持ちましたね。
そんな感じですね。前回の動画を公開していろんなコメントいただいて、私としてもかなり学びになったなと思いまして、この動画を撮っています。で、INFJ っていうのは、しばしば言われるのが20代前半ぐらいまでは本当にいろんなことで思い悩んで人生辛いよねみたいな、毎日しんどいよねみたいな、いうような過程があって、で、一通りね、人生の辛いことみたいなのを経験して、自分とは何かみたいなのを20代後半で問い始めて、30代でだんだんこう自分の快不快みたいなのが分かったりとか、自分のやりたいことが分かったりとか、あとは何かを断るっていうことを自分の意思でできるようになったりとか、そういうような過程を経てですね、生きやすくなってくると言われているんですけども、体感としても30歳、自分今そうなんですけど、そんな感じはありますね。特に INFJ になる要因があった私の場合は、実家っていう環境ですけれども、そういった環境から一回離れてみるっていうところは重要かなと思ってます。自分の場合は一人暮らしをし始めて、順番逆ですね、仕事して一人暮らしを始めて、自活し始めて、結構こうストレスフリーな環境を実現できたことで、だんだんこう自分らしくいていいんだというかね、自分の身の振り方みたいなのが分かってきて、生きやすくなってきたかなと思います。なので、なかなか酷なことを言うかもしれないんですけれども、結構20代前半とかってすごく辛いと思うんですよね。なんか周りの人を眺めてみても、なんとなくこう自分のやりたいことみたいなのが見えてきてる人が多くて、かつ好きなものもあって余暇とかをしっかり楽しめる人みたいな人がすごく多いなという風に見えてしまうと思うんですよね、世界がね。そんな中で自分って何なんだろうっていうか、この先長い人生ずっとこの感覚のままだとそれはすごくしんどい時間だよなとかも思ったりすると思うんですけども、だんだんにこう自分の扱い方みたいなのが分かってくるかなと思うので、先輩面するわけではないですけど、未来に希望は少なからずありそうだねっていうことは言っておきたいというか、そんな感じがありますね。はい、そんな感じですね。INFJ の形成要因について、総まとめという感じで語ってみました。コメントいただけて本当ありがたいなと思ってますし、発信活動やってても自分にとっていいことってあるんだなというのも改めて思ったというところでございます。ご視聴ありがとうございました。